皆さんこんにちは、青よいです。本日はこちらを持ってきました。早速ね、本題に入る前になんですけど、 CP プラス2026ソニーステージだったり特設ステージお越しいただいた皆様、本当にありがとうございます。私はね、4日間のうち土曜日と日曜日がメインでお話しさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですということで、CP プラス終わったわけなんですけど、実はね、連動企画としまして札幌、そして銀座にて、今講座を行っております。札幌はね、ついこの前行ってきました。足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございます。公演当日めちゃくちゃ雪降ってたんですけど、実はその公演の数時間前、札幌にて朝スナップをしてきました。なのでね、今日はその札幌で撮影した作例も含めてお楽しみいただける内容となっております。銀座編に関しては3月15日なので、もう本当にね、あさってですね、午前と午後の部、行っていきます。もうすでにね、満席となってるわけなんですけども、立ち見スペースも少し確保はできているのかなと思いますので、当日ね、ぜひね、お楽しみください。さあ、そしてですね、本日の動画は前半と後半の2部構成でやっていきたいと思っています。前半はこのサイズ 55mmF1.8 のレンズのお話だったりとか、 55mm ってどうやって使うのとか、 F1.8 ってどうなのとか、よく比較されがちなこのソニーの純正の 50mmF1.4 と比べてどうなのかみたいな話もしていけたらなと思っています。そして後半はですね、実際に、α7-5 と、そしてこのサイズ 55mm の組み合わせで札幌スナップをした映像をお見せしたいと思います。 POV 視点といってモニター画面を皆様にお見せしながら作例をお届けします。なのでね、前半と後半どちらもお楽しみいただけるかなと思います。それではね、本日こちらのサイズ 55mmF1.8 のレンズのお話をしていこうと思うんですけど、ソニーを使ってる YouTuber の方がね、よくね、紙レンズっていう風におっしゃってるレンズかなと思いまして、ソニーのユーザーの方であれば一度は名前を聞いたことのあるレンズかなというふうに思ったりもします。このね、レンズを私が買った理由っていうのはすごくシンプルで、ソニーを使ってる YouTuber の方がね、紙レンズって言うからどんな写りをするんだろうっていうところが気になって、約1年前に購入しました。ちょうどその頃ね、α7C2 を買ったばかりだったんですね。なのでね、この超コンパクトな α7C2 に合わせて、とにかく軽量でコンパクトな運用っていうのを目指していました。その中で出会ったのがこのサイズの 55mmF1.8 のレンズでした。本当に軽いのでね、α7C2 と組み合わせるとそのコンパクトさっていうのがすごく目立ちますね。サイズとしてもとっても小さいですし、単焦点としてすごくバランスのいいレンズだなというふうに思います。ちなみにサイズを買った理由、購入理由だったり開封動画に関しましては、こちらの過去動画の中でお話ししております。もしね、気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらの動画もご覧ください。そして今日はね、α7-5 とサイズの組み合わせでいこうと思っているんですけど、その動画の中では α7C2 とサイズ、この組み合わせで撮った POV 作例が出てきます。なのでね、7C2 を持ってるという方はそちらも見ていただけるとお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。ということで、このレンズの特徴から、お話ししていこうと思います。やっぱりね、このレンズの特徴としましては、とにかく小さくて軽いということ。コンパクト用の単焦点としてはかなりね、軽い部類に入るんじゃないかなというふうに思います。フードをつけてみても、こんなもんですね。全然圧迫感を感じません。実際にね、持ってみると本当にそのサイズ感っていうか小ささっていうのがわかると思います。特にね、スナップ撮影とかではこのサイズ感っていうのはすごく大きなメリットだと思います。そして F1.8 なのでしっかりとしたボケっていうのも作ることが可能です。そしてね、このレンズの最大の特徴、それはですね、こちらに書いてあるんですけど、サイズレンズというところです。ということでね、ここからはサイズの色味についてお話ししていこうと思います。このレンズを使っていて一番感じるのは色です。
どんな色かというと、少し青みがかった特徴的な色っていうのが出やすい印象があります。この色があることで撮ってるその瞬間からすでに雰囲気のある写真っていうのが出来上がります。なのでね、撮っているその時間すごくね楽しいんですよ。普段見ている街並みがぐっと変わる印象的な写真になる、そんな楽しさが詰まっています。例えば冬の光だったり朝の光だったり、そういうね少し空気の冷たいシーンではこの青みっていうのがすごく雰囲気を作ってくれます。普通のね一般的なレンズだと撮った後に色味を調節して雰囲気作りっていうことをすることもあります。でもこのレンズは撮った瞬間からある程度ね完成に近い作品寄りに近い写真っていうのが出来上がります。なので過度なレタッチをしなくてもそのまま仕上がる写真っていうのが多いです。特にこれとかね取って出しなんですけど普通に良くないですか？ここにね少し調節する程度にレタッチしてあげるとこのような仕上がりになります。はい、良くないですか？このね撮った瞬間の雰囲気っていうのがサイズらしい描写かなというふうに思います。そして今回の動画の中では α7-5 につけて撮影しています。α7-5 ってオートホワイトバランスがかなり正確なんですよ。そのね7-5の魅力についてはこちらの動画でお話ししているので、ぜひそちらもまだ見てない方は見ていただけるとさらにねこの組み合わせの良さっていうのが深まるかなと思います。そのオートホワイトバランスが正確だとどういう風に効いてくるかっていうと、かなり素直な色味っていうのが出てくれます。そこにこのサイズの特徴的な色味が乗っかってくるわけです。つまり癖が強すぎずでもちゃんとサイズの色味の特徴が生きる、そのバランスがこの組み合わせの面白いところかなというふうに思います。色が派手すぎるっていうわけではないんですけど、普段とも少し違う、その微妙な差っていうのが写真の雰囲気を作ってくれると思います。では、次は 55mm という焦点距離に、フォーカスしてお話ししていこうと思います。皆さん 55mm と言ったらどんなイメージがありますか？ 55mm って聞くとね、物を撮るイメージがある方が多いかなと思います。何か一つのものを際立たせる、よって印象的な写真を撮るみたいな使い方。でもね、今回私初めて札幌に行ったわけなんですけど、やっぱねその街並みを撮るレンズとしてもすごく生きてくるなという印象があります。やっぱりね初めての場所に行くと観光施設だったり街並みだったり思い出の記録として結構ね広角めの写真を撮りたくなるってことありませんか？まさにね私今回そうだったんですよ。なんだかんだ言って広めに撮りたくなるみたいな。なんでかと言いますとね、広角だとやっぱり1枚に入ってくる情報量が多いので、その場所の情報っていうのをぐっと詰め込むことができるからです。ただ広角で街並みを撮ると全部が映る分主役が弱くなるっていうことありがちじゃないですか。そこで 55mm なわけですよ。55mm っていう焦点距離は広すぎないので、街並みをね撮った時にただの街並みで終わらないんですよ。例えばこういった写真ですね。いかがでしょうか？街並みを撮りつつもしっかりと主役がどれかっていうのが分かる写真になっていませんか？そうなんです。それこそが 55mm の魅力だと私は思います。ちゃんとね主役を主役として残しながら街の雰囲気も一緒に撮ることができます。なので広角よりもメリハリのある写真になる。これがねほんとこのレンズの面白いところだと思います。ではちょっとね 50mm のお話もしていこうかなというふうに思います。やっぱりねこちら焦点距離 55mm なので、何かとね50mm との比較がされることが多い印象ありませんか？こちらね GM レンズなんですけど、この GM レンズに限らず 50mm と55の違いってどうなんだみたいに思う人もいると思います。ごめんなさい、正直な話、特にスナップ撮影で使う分にはあんまりその 5mm の差っていうのは感じないかなと思います。もちろんね厳密に言えばその 5mm の差っていうのはあるんですけど、なかなかスナップでねそこまで感じることはないかなと私は思っています。なので画角で選ぶっていうより、価格だったりとか描写で選ぶレンズなのかなというふうに思います。ちなみにね価格 .com だと今、サイズこのぐらいかなと思います。
大体ねこの 50mmF1.4 の GM レンズと比べると大体半額ぐらいですかね。なので、こちら F1.4 でこっち F1.8 なんですけど、 1.8 でも別にね問題ないよと。昼間の撮影がね中心だよっていう方には特にね面白い選択になってくるんじゃないかなというふうに思います。ただね、1点だけ前回のサイスの開封動画でも全く同じこと言ったんですけど、寄れないですねめちゃくちゃ寄れるわけではないです。50ミリ付近の焦点距離のレンズがねそもそもそんなにめちゃくちゃ寄れるわけではないっていうことは前提にあるんですけど、寄れないかなっていう。でも寄れないで終わらせたくないじゃないですか。じゃあ逆にどこまでなら寄れるのかっていうのを試してきました。こちらの写真ですね。上から撮影して、膝の上に置いた手元のレンズキャップを撮影したシーンになります。これくらいの感覚であれば全然ね撮れます。そしてこの光の感じ、色味の感じ良くないですか？ただパシャッと撮っただけなのに雰囲気が出る。いいですね。やっぱチャイス好きだわ色味がね可愛いはい、もう少ししたらね後半の POV 作例撮影に移りたいと思うんですけど、その前にちょっと札幌での撮影のお話をさせていただきたいです。今回ね朝、7時とか8時ぐらいに外に出て、撮影してたんですけど、かなりね雪がすごかったです。その中で撮影しててすごく良かったなと思うのはやっぱりねα7-5 のチルトモニター、これめっちゃ良かったですね。はい。バリアングルだと少しね構造を決めるまでに軸がねずれやすいので若干時間かかるっていうところあるんですけど、やっぱチルトだとねパシッパシッと合うので、そこのね手間っていうのを省けてすごく良かったなと思います。スナップでねそのやっぱテンポ感っていうのすごく大事だなっていうのを改めて思いましたね。普段やっぱりね私横浜近辺で写真を撮ることが多いので、そんなに頻繁に雪が降るっていうことはないんですけど、そういったね雪が吹き荒れる中でも素早く構図を決めて次の場所へとテンポよく移動できたっていうところがすごく良かったなと思います。なのでねこの α7-5 とサイズの組み合わせっていうのもとても良かったです。ということで、今回は札幌の雪の朝でスナップを撮ってきました。なのでここからの後半編ではこのレンズと α7-5 で撮影した作例をお届けしたいと思います。では後半もお楽しみください。外が結構晴れてて札幌駅と55ミリなのでね結構近いけど、なんだろうな、すごくねシャキッとしますね。メリハリが出るっていうんですか。後でちょっと角度補正したいかも。なんか空気が澄んでてすごい気持ちいい。次どこ行こうかな。あっち行こうかな。なんかドームの中に花があるのでちょっと見てみる。これ造花かな。でも本物っぽい感じもする。
あ、本物かも。すごい。上の方に行くと結構結露が目立つので、下のこのクリアなところから狙ったら面白そうかもしれない。すごっ。ちょっと探します。良さそうな場所。おー、こっち側いいかも。F1.8 を生かして前ボケを作る。面白いね。かわいい。あっち側を目指したいと思います。今日がそうなのかもしれないけど、意外と寒くなくて、すごいなんか撮りやすい気候だった。待って。今日ね、雪が結構降ってるんですけど、まあ、この中で撮れる写真っていうのもあると思うので、そこを楽しんでいきたいと思います。ブラックサンダーかわいい。撮ろうかな。ブラックサンダー。しかも白い。かわいいですね。シャッタースピード60分の1にしたいと思います。ちょっとね、今日 FL3 で撮ろうかな。うん、いいね。なんか雪景色がすごいですね。白いのよ。それがまたいいというか。これは今日しか撮れない。そんな景色ですね。いいね。そう、信号が縦なんだよね。多分雪が降って積もんないようにだと思うんですけど。足元かわいい。私の足跡です、これ。雪の質感がいいね、なんか、ふわふわする。今ね、傘さしてたんですけど、なんか街行く人誰も傘さしてなかったので、傘なしでやっていこうと思います。多分これはね、皆さん、雪だという認識がなさそうな感じです。すごい。誰もさしてないよ。何がいいかって、この横断歩道から奥の時計台に向かうこの構図がいい。ってことはちょっと下から撮ったらいいかもしれないね。そうだね。いいんじゃない？すごく。かわいいよ。いいね。構図がいいわ。少し横断歩道多めに入れますか。良いですね。完璧。うん。いいんじゃない？なんかアクションが上下逆さまになってた。後でひっくり返します。編集で。あ、雪止んだ。なんか降ったり止んだりするんですね、結構。やばい、楽しい。目の前に時計があると思うんですけど、あの辺りを撮ります。まあ、ただ撮るだけじゃなくて、下の雪も入れながら、まあね、今日の天候を生かして撮りたいと思います。いいんじゃない？すごく。楽しすぎる。寒くない？うん、慣れる。次どこ行こう。もちろん行きたいとこいっぱいあるんですけど、雪がすごい。あれ、温度が書いてある。見てください、目の前の建物。温度が書いてある。
これちょっと縦がいいな。1度すごい。まあそうですよねっていう気温。かわいいな、雪が。できました。戻ります。あ、でもこれ。ちょっと一回見てる。あ、いいんじゃない？この、表示が可愛いですね。可愛い。手前に雪があっていいね。チラチラしてる感じがいいわ。いいね。あ、青になった。行こっか。かわいいな。あ、いいね。このポスト可愛くないですか？奥に、そう。ライトがあるのがまたいいね。いいんじゃない？かわいい。カメラに雪がついてる。フードの中にめっちゃ雪が入ってる。まあしょうがないね。そういうもんだ。ここいいですね。この目の前の感じめっちゃいい。あー、いいわ。ちょっと下から撮りたいな。こういう場所はね、下から撮ると、立体感が出ていいなと思いますね。いいんじゃない？すごく。かわいいな。路面電車がね、多分ここカーブしてくると思うので、それを待ちたいと思います。いやー、すごい！雪の中の電車。いいね。すごい。かわいい。やばい。楽しい。多分ね、今、10時前なので、お店がそんなに開いてないんですけど、その雰囲気もまた好きかもしれない。へー。今、朝散歩も兼ねてやってるんですけど、なんかやっぱ気持ちいい朝からします。あ、この後私、ソニーストアの札幌で公演をやるんですよ。ね。それもすごく楽しいです。雪の中のスタバ。砂川スキンクリニック。さあ、これは看板のあたりにピンと当てましょうか。肌管理は単発よ。もうちょっと奥のだと思う。窓も入れてもいいかもしれないですね。あ、いいんじゃない？スキンクリニック。ちょっと前の景色を撮りたいと思います。いいね、この構図の感じがいい。ラインがね、奥に向かってるところがいいと思います。いいね。少し端まで入れても街並み感出て面白いかも。今から公園にもかかわらず、このありさまですよ。ホテルで整えてから行きます。